もし信頼できるあの人の親切があなたを騙すためのものだったら、遡ることおよそ34年前の1988年5月19日、スペインカンタブリア・サンタンデール。この日、大通りを並んで歩いている一組の夫婦がいました。夫のホセ・アントニオ・ベガと8歳年下の妻マリアです。今日は久しぶりに出かけられてよかったね。家に着いたら夕飯は僕が作るよ。そう言って妻マリアに笑いかけるベガ。マリアは知的障害を抱えており、ベガはそんな彼女をいつも隣で優しく支えていました。家計のために仕事に精を出しつつも、妻のフォローを忘れないその姿に、ベガは近隣住民からも評判のいい男性だったんです。ただこの日はそんな微笑ましい夫婦に何やら物々しい雰囲気で声をかける人物がいました。ちょっとよろしいですか。ベガが声の方へ振り返ると、そこには警察官が立っていました。ホセ・アントニオ・ベガさんで間違いないですね。ええ。ベガが本人であることを確認すると、有無を言わさず手錠をかける警察官。そう、ベガは誠実そのものに見えるその振る舞いに反し、陰でとんでもない犯罪を犯していたんです。ベガが犯した罪はなんと、老婆16人の強姦殺人だったんです。温厚な仮面の裏で16人の老婆を殺害したホセ・アントニオ・ベガ。彼はなぜ高齢の女性ばかりを狙ったのか。ベガが数々の凄惨な犯行に及んだ背景には、彼を見放した女性への執着があったんです。おそす、登録者とかフォロワー増えて偉そうになるクリエイター苦手だよ、ケンちゃんです。みんなと一緒に鎌倉を作りたい。やみやみこです。鎌倉？お雪をペタペタして鎌倉作ってみんなでポカポカしてたたまりたい雪の少女です。そんな無理しなくていいよ。もう3年目、4年目ぐらいですさ。結構きつくない？もう。これ現実っす、これ。釣り来て。本日ご紹介するのはスペインで起きた連続強姦殺人事件についてなんです。連続強姦殺人事件でもワード聞いただけでめちゃくちゃ下水事件じゃないの？恐ろしさしかないね、キーワードなんですけど、この事件ですね、犯人のゲッサだけではなく、なぜか犯人のターゲット60歳を超える高齢のね女性ばかりだったことも注目された事件なんです。なんで？謎ですよね。そしてこのね犯人、周囲からめちゃくちゃ評判のいい人だったんで、その表裏の差の激しさからもね注目を浴びたんです。まずはね、犯人逮捕の場面から見ていきたいと思います。温厚な夫の本性。遡ることおよそ34年前の1988年、スペインカンタブリア州サンタンデール。お前を逮捕する。昼下がりの大通りに突如響いたその一言に行き交う人々は騒然としていました。警察官に手錠をかけられたのはホセ・アントニオ・ベガ31歳。それは彼が妻と散歩を楽しんでいる最中の出来事でした。どうして私が？何かの間違いじゃありませんか？ベガは全く身に覚えのない様子でしたが、警察は妻から彼を引き離し、そのまま連行していきます。その光景を目の当たりにした近隣住民たちは口々にこう言い合いました。ベガさんが逮捕？何をやったって言うんだよ。そう、ベガは近隣住民から非常に信頼されている人物だったんです。評判良かったって言ってたわよね。そんなみんなから擁護されるってさ、どんな風に接してたかが気になってくるわよ。そうですよね。このベガっていうね人は一緒に暮らしている妻をはじめ近隣住民の方含めて本当に優しく接していたみたいです。ベガが近隣住民から評判が良かった理由は、第一に妻マリアとの関係性にありました。ベガは2年前にマリアと結婚したばかり。実はマリアは知的障害を抱える女性で、この結婚は彼女を生涯支えていくというベガの決意の表れでした。以来セールスマンとして多忙を極める中でも妻を献身的に支えるその姿に近隣の人々は誰もが感心していたんです。さらに仕事中もベガの優しい性格は変わらず、訪問した家のお年寄りに困りごとがあれば家具の修理や庭の手入れなど業務外のことでも進んで引き受けていました。ベガは容姿が整っていたこともあり、得意先の高齢女性には彼が訪ねてくるのを楽しみにしている人が多かったといいます。マジで火の打ちどころないじゃないのよ。それがね、裏ではねめちゃくちゃヤバいことをやっていたっていう話でもあるんです。取り調べが始まると、警察官はベガが座るテーブルの上に現場検証時の写真を並べていきました。写真は全部で16枚。どの写真にも目をつむった状態でベッドに横たわる女性が写されているんです。この女性たちに見覚えは？警察官の問いかけに黙ったままのベガ。彼のその様子を見ると、警察官は続けてこう言います。お前がやったって証拠も見つかってるんだよ。その言葉を聞くと、ベガは目をつぶり大きく息を吐き出してこう言いました。ええ、私がやりましたよ。そう、写真に写されていたのはベガが強姦殺人をした16人の女性。しかもその全員が60代以降の高齢女性だったんです。実のところベガには強姦の前科があり、彼は2年前に出所したばかりでした。ベガは出所後のその振る舞いもあってすっかり更生したかのように思われていたんですが、そんな矢先に今回の事件が発覚してしまったんです。
いやいや、全く反省してないじゃないのよ。2年前に出所したばかりで16人も襲ったってどういうこと？反省せい。そしてやはり気になるのはベガがなぜ高齢女性ばかりを狙っていたのか、この点ですよね。実は彼は幼少期の頃から高齢女性に対し歪んだ認識を持つようになっていたんです。母への思い。1957年、ベガはカンタブリア・サンタンデールで生まれます。おい、酒だ。酒はもうないのか。叫びたりで夜ごとに酔っ払っては暴れる父親。彼はベガに手を挙げることもたびたびあり、家庭環境は荒れに荒れていました。自宅はまさに無法地帯で、父親の酒飲み仲間が我が物顔で勝手に出入りしているような状態。そんな中、ベガが8歳を迎えた頃、事件が起きてしまうんです。ねえ、ベガ君、おばちゃんとあっちでいいことしない？ベガの耳元でそう囁きかけたのは、父親の酒飲み仲間の女性。彼女はベガとは親より年が離れているくらいでしたが、自宅に頻繁に出入りしていたこともあり、幼いベガとも友人のような関係だったんです。そんな彼女に誘われ、何の気なしに別室へついていったベガ。そこで彼は性的暴行を加えられてしまうんです。はぁ？親より年が離れてるおばさんでしょ？そうなんですよ。この体験からね、ベガの高齢女性に対する歪んだ認識が芽生えていってしまうんです。父親の友人に襲われて以降、ベガの中に明らかな異変が現れ始めました。母さん、いや、ダメだ。自分の母親だぞ。ありえないだろ。ベガは内側から込み上げる感情を必死に抑え込んでいました。そう、あの日、父親の友人に侵されてしまった彼は、熟女の魅力にすっかり取り憑かれ、あろうことか自分の母にまで欲情するようになっていたんです。その後もベガは母親に対して複雑な思いを抱えたまま大人になっていきました。そしてベガが18歳を迎えた頃、その母親との確執を生むある出来事が起こってしまうんです。この頃、ベガの父親は重い病気を患い、車椅子での生活を余儀なくされていました。それでもその酒癖は相変わらずで、父親は寝るか酒を飲むかしかない救いようのない生活を送っていたんです。そんな父親を前にベガにはある感情が芽生えていました。このまま親父が生きていても母さんが苦労するだけだ。いっそのこと。車椅子に乗った父親は2階から一気に転がり落ち、快下でもだえ苦しんでいました。そう、彼はベガに突き落とされたんです。いや、普通に殺そうとしてんじゃないのよ。そうなんです。ベガとしてはね、親父さんがね、お母さんにずっと迷惑をかけているから、殺そうとすることにもね、正義を感じていたようなんですけれども、その行為は、やはりね、決して許されるものではないんです。父親を手にかけようとしたこの時のベガの行動は、母親への愛が歪な形で膨れ上がってしまった結果でした。しかし母親はそんなベガの思いなどを知るはずもなく、出て行け、二度とうちの敷居をまたぐんじゃないよ、そう言ってベガを自宅から追い出してしまうんです。俺は母さんを助けたかっただけなのに、なぜ？帰る場所を失い自暴自棄になった彼はこの後、2人の女性を強姦、さらに3人の女性に対する強姦未遂の罪にも問われ逮捕されてしまうんです。この時ベガには懲役27年の刑が言い渡されていました。ベガは母親を性の対象として見てたわけじゃない。その母親から見放されちゃったってことが結局犯罪のきっかけになっちゃったってこと？そうですよね。そもそもね、父親を殺そうとしている時点でめちゃくちゃやばいんですけれども、この後ね、ベガが刑務所に入った後に、さらに犯罪者としての唯一無二の特性を見せ始めるんです。善人の金。大変お世話になりました。ああ、達者で暮らせよ。もう戻ってくるんじゃないぞ。1986年、ベガは8年過ごした刑務所の玄関で職員に別れの挨拶をしていました。そう、彼は出所の日を迎えていたんです。ベガに言い渡された刑は懲役27年。そんなベガが8年で出所できたのは彼が模範囚だったこともあるんですが、それにも増して特別な理由がありました。その理由とは、ベガがイケメンだったから。当時のスペインには被害者が犯人を許すと刑が無効化される法律がありました。この法律に目をつけたベガは手紙や面会を通して被害者女性たちに謝罪。被害者女性たちはベガに憤慨しているどころか、温厚なその人柄と端正なルックスにむしろメロメロで、なんと全員が彼を許してしまうんです。そんなことあるの？周りの人から評判が良かったってそういうことなの？そうなんです。これこそがね、ベガの特性なんです。そして今回のメトラキーワード、ダークトライアドについて。ダークトライアドとは、ナルシシズム、マキャベリズム、サイコパスという3つの人格特性の総称。噛んじゃうよ。ナルシシズムはプライドが高く、自己中心的な特性。マキャベリズムは目的のためには手段を選ばない特性。サイコパスは他人を貶めることに罪悪感を抱かない特性を表すんです。この3つの特性が高い人物ほど犯罪を起こしやすい傾向にあるとされているんです。いくつかの学術研究で、ダークトライアドの特性を併せ持つ人は社会的に高い評価を受けやすいことも
も分かっているんです。外見を気にするナルシシズム、人を操ることに長けたマキャベリズム、サイコパスの特性から他人に好印象を与えることが得意だとされているんです。被害者をうまく丸め込み、晴れて出所できたベガ。彼はこの後、後の妻マリアと出会い、結婚することになるんです。ところが出所したばかりのベガと障害を抱えるマリアでは、まず収入が安定しません。そこでベガは一度は追い出された実家を頼ろうとするんですが、実はこの判断がベガの犯罪行為をさらに後押しすることとなってしまうんです。約10年ぶりに帰宅したベガに対し、母親はすぐさまこう言い放ちました。誰が戻ってこいと言った。それもそのはず、実の父親を手にかけようとして追い出され、挙句は性犯罪にまで手を染めてしまったベガを母親が受け入れるはずがありませんでした。しかしベガは心のどこかで母親はもう自分のことを許してくれていると期待していたんです。生活の基盤を整えるためというのは建前。実家へ戻って母親との関係を修復することこそが歪な形ではあるものの、母親への深い愛情を抱いていたベガが本当に望んでいたことでした。その希望が絶たれた時、ベガの中で何かが崩れる音がしました。その日、ベガがセールスの仕事で訪れたのはナティ・ダビットという一人暮らしの女性の家。奥さんもご主人が先立たれて一人だと色々大変なこともあるんじゃないですか。玄関先でナティ・ダビットと話していたベガはセールストークもそこそこにそんな話を始めた。そして爽やかな笑みを浮かべると続けてこう言った。男手が必要なことがあれば何でも言ってくださいね。そうやってベガに笑いかけられ、ナティ・ダビットも思わず頬を緩ませる。保険の営業と聞いた時にはすぐに帰ってもらおうと思ったけど、なんだかいい人そうね。そう思ってしまったことがナティ・ダビットにとって命取りだった。用事は特にないんだけど、せっかくだからお茶でも召し上がっていってください。彼女はベガの笑顔の裏に潜むどす黒い感情に気がつくはずもなく、彼を自宅へ招き入れてしまうのだった。数時間後、そこには服を着直すベガと床に横たわるナティ・ダビットの姿があった。ばあさん、すごく良かったぜ。ベガは皮肉っぽく笑うと、すでに息絶えているナティ・ダビットを引き寄せ、裸の彼女にパジャマを着せる。そして彼女をベッドに寝かせると、丁寧に布団をかぶせた。ベガが去った後、ベッドに横たわるナティ・ダビットの姿は、ただ眠っているようにしか見えなかった。セールスマンのふりして家上がって殺してたってこと？そういうことなんですよ。ベガはセールスマンのふりをして一人暮らしの高齢女性を訪ねると、まず親身な対応で心をつかみ、家の中に上がろうとするんです。怖えな。そして部屋で女性と二人きりになればもうベガの思うツボ。そこから数時間にわたる性的暴行を繰り返し、最後は首を絞めて殺してしまうんです。中には行為中に食死してしまう女性もおり、自然死だと判断されたケースも。いずれにせよ、ベガは現場の後処理を入念に行っていたため、警察はなかなか犯人を突き止められずにいたんです。母親への憎悪を募らせたベガはこのようにしながら彼女と同じ年頃の女性に次々と牙を向いていきました。母さんに冷たくされたのも自業自得だしさ、他の人に罪はないしさ、もう完全に自分のせいでしかないじゃない。犯罪者の思考回路はやっぱりね、常人の僕らにはね、決して理解ができないようなところも多いですよね。このようにね、警察の目をね、うまく欺きね、犯行を重ねていったベガだったんですけど、そんな彼の犯行にもついに終止符が打たれることになるんです。ベガの誤算。1988年5月19日、サンタンデールの街で相次ぐ高齢女性の不審死と一切の証拠を残さない犯人に警察は苛立ちを募らせていました。そんな中、この日は一人の女性から通報が入ります。もしもし、私、連続殺人の犯人を知っているんです。たどたどしい口調ながら必死に訴える電話口の女性。この時電話をかけてきたのは、ベガの妻マリアでした。突然の告発に電話を取った警察官が面食らっていると、彼女は続けてこう言いました。証拠はうちにあります。実はベガは犯行に及んだ際、被害者の部屋から私物を持ち帰り、自宅でコレクションしていたんです。そして何より、ベガは犯行の様子を記録したビデオを丁寧に残していました。そりゃそんなもん家に持ち帰ってたらバレるに決まってんじゃないのよ。それがですね、ベガはね、被害者のね、ものをね、自宅に持ち帰ってもバレないっていう謎の自信がね、あったようなんです。なんで？外から見れば障害を持つ妻マリアを献身的に支えているように見えたベガ。しかしそれは実は表向きの顔だったんです。一歩家の中へ入れば、マリアにはベガの絶え間ない暴力が襲いかかります。そうやってマリアを支配していたベガは、彼女が生活する上で人の助けを必要としていることも合わせて、自分に逆らうことは絶対にないと高をくくっていたんです。しかしこの日、両親の呵責に耐えきれなくなったマリアはベガの監視の目を盗み、ついに警察へ通報。被害者に近隣住民、警察までをも巧みに欺き続けてきたベガは、その少しの過信からあえなく逮捕されることになるんです。マリアは怖かったでしょうに、よく通報したわね。そうですよね。通報している最中にベガに見つかったらね、殺されるかもしれないですからね。
こうして迎えた1991年11月、ベガに下された判決は懲役440年。ただ、ベガはそれほどの判決を下された後も、堂々と次のように語っているんです。刑務所を出たら、また同じことをやるつもりさ。母親に見放されたことを発端にしたベガの女性への恨みは、どれだけ重い刑を課されても変わらないほど深いものになってしまっていたんです。しかし結局この後、ベガが表社会へ出てくることはありませんでした。それは全うできるはずもない刑期のためではありません。逮捕から14年後の2002年10月24日、ベガは刑務所内で死亡するんです。ベガは刑務所内でも自身を大犯罪者だと自慢げに語り、周囲から反感を買っていました。ダセーな。その結果、彼は同じ刑務所に収監されていた受刑者2人によって100カ所以上をめった刺しにされ、44歳でその生涯を閉じることになったんです。幼少期の経験による性癖の歪みと母親への憎悪から連続殺人刑と化してしまったベガ。人から好かれる特性を持っていた彼なら、その才能を別の道に生かすこともできたはず。ベガが犯罪者としてしか生きられなかったことがただただ残念でなりません。